はい。皆さん、こんにちは。お元気でしょうか？はい。今日はですね、初コラボ。ジャパニーズ with シュンというポッドキャストと YouTube のチャンネル、あとインスタグラムをね、持っていらっしゃる、シュンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。日本語教師のしゅんです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。初コラボで、初コラボ。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい。ちょっと実は今回はね、しゅんさんに声をかけていただいたんですけど、実は結構前から私はコラボしたいなーみたいな気持ちがあったんですけど。本当ですか？はいはい。ありがとうございます。はい、声かけてくださいよ。ですよね。本当にこういうところ。だからありがとうございます。ずっとこうもやもやこうしているところに、さすがのしゅんさんがこうパッと私に連絡をくれてつながることができました。ああ、そう思っていただいてたなんて、はい、嬉しいです。もちろんです。なんか私の知り合いがね、聞いているんですよ。はいはい、はい。日本人ですか？しゅんさんのチャンネル。いや、フランス人の。あ、そうなんですね。知り合いで、どうやって勉強してんのって言って、しゅんさんのポッドキャストを紹介されて、へえ。そう。嬉しい。ちょっとレベル感がちょっと違うんで、私のチャンネルちょっと。そうですね。と、しゅんさんのチャンネルはちょっと違う部分があるので、ちょっとどうかなーって思ったりしてて。あ、そっかそっか。ね、はるかさんのチャンネルはもっと、そう、レベルが高い。難しいね。ちょっと早いね。難しい。喋るの。早く喋っちゃうんで。まあでも、ナチュラルな日本語勉強できるから、めっちゃいいと思いますね。なんか聞き流しもできるし。それは嬉しいですね。しゅんさんで勉強していただいて、ちょっと、私のちょっと難しい日本語を聞くぐらいの、このダブルでこう。そうですね。聞いていただくと。僕のチャンネルでちょっと日本語勉強して、ちょっと自信がついたら、ちょっとはるかさんのチャンネルにチャレンジしてみて。でもなんか、聞き流しいいですね。なんか日本語があまり上手じゃない人でも、なんかね、日本語のシャワーずっと浴びるのって大切だから、わからなくてもなんか、料理しながら聞いてる、バックグラウンドで聞いてたりとかも、聞いたりもできますよね。役に立つと思いますね、それもね。役に立つと思いますよ。そう。すごい。ってな感じで、はい。今日はね、まずちょっとしゅんさんについてちょっと根掘り葉掘り聞きつつ、怖い。まあ、今ね、ちょっと大阪に住んでいらっしゃるということで、ちょっと大阪の生活が気になるんで、それについて聞きたいなと思うんですけど。はい。ね、もちろんです。もちろんです。ちなみに出身はどちらなんですか？出身は日本の愛知県っていうところなんですけど、わかるかなみんな。名古屋しか知らない人が多いかもね。そうだね。名古屋はわかるかな。まあでも愛知県は、名古屋は愛知県の中にありますよね。はい。愛知県の中に名古屋があって、名古屋は愛知県の中で一番大きい町。で、まあ東京と大阪の間にあるから、確かに。ほんとちょうど間ぐらい。確かに確かに。ですね。はい。場所的には。はい。じゃあ生まれ育って、じゃあ愛知県の場所、どういう環境ですか？なんか、めっちゃ田舎なのか、それともちょっと都会なのか、なんか郊外なのか、なんかどういう感じですかね？愛知県の結構めっちゃ田舎でしたね。周りに田んぼがあって、まあ、僕の家は住宅街みたいなところにあったんですけど、でもそれこそ自転車で5分走ったら田んぼですね。おー、いいな。もうザ日本の田舎みたいな。田んぼがあって山があってみたいな。でもなんか日本の田舎って結構便利ですよね。まあね。ね、フランスのそれこそはるかさんがいるフランスの田舎って、マジでなんもないじゃないですか。なんもないですね。ね。田舎、フランスでいう田舎って本当に、何にもないところに家が1軒2軒あるとか。そう。結構やっぱ日本だとスーパー、コンビニって意外にね、自販機とか、全然ありますよね。田舎って呼ばれてるところでも、デパートがあったりとか。そう、イオンみたいな。そう、イオンとか。イオン強いから、いろんなところにありますもんね。だから田舎でも意外と便利だなって思って。
そう。で、田舎で生まれて、本当にだから、もう小さい時はよくなんか外でサッカーしたり、なんか、わんぱく少年でしたね。なんか、秘密基地作ったり、泥だらけになって帰ってきてた毎日ですね。そうなんだ。なんかトトロの、さつきとめいみたいな感じで、もうドロドロになって。いいな。走り回ってる感じですね。走り回ってた感じ。本当に。そうなんだ。でもずっと、愛知を出たのは何歳ぐらいだったんですか？まあ、小学校、中学校、高校はずっと愛知県で、大学が名古屋の大学に行ったんですね。そっかそっかそっか。そう。だから名古屋はまあ、僕の中で名古屋は本当に都会でしたね。その時は。そうなんだ。やっぱ名古屋ね、大きいですからね、本当に。名古屋大きいと思いますよ。なんかちゃんとスカイスクレーパーっていうか、高層ビルがたくさんあって、なんか、やっぱり名古屋駅とか行くと、見上げますもんね。ビルを。東京に行くともっとすごいけど。まあ、でも名古屋も何番目に大きいんだろう。ね。いや、どうですかね。3番目 ?4 番目ね、5大都市とか言いますもんね。札幌とか名古屋、大阪とか京都、福岡とかかな。そう。そうなんだ。そう。だから名古屋に出て、大学は名古屋にいて、初めて一人で愛知県を出たのは、バックパッカーを始めた時ですね。18歳の頃。1ヶ月そっか。そう。大学中なんだ。大学の、これがね、大学の、なんか、まあ、大学の講義があって、クラス、なんか特別講義みたいなのがあって、その先生が、なんか、いろいろバックパッカーで、旅をされてた方だったんですよ。結構刺激受けますね、そういうの。そう。で、その授業の中で、いろいろな旅の話をしていて、そっか、こんな面白い世界があるんだって思って、その日にすぐ、チケットを買いに行きました。行動力やば。そう、その時に。本当にすぐ、その時はまだでも、オンラインでチケットを買うっていう概念がなかったから、もう、本当に旅行会社に行って、ですよね。東南アジア行きたいんですけど、お金ないんですけど、一番お金なかったからね。だから、クラスが終わって、その先生に、今大学1年生、バイトしてるんですけど、お金全然なくて、どこが一番安く行けますかどこがいいですかって聞いたら、東南アジアだったら多分、他のバックパッカーとかもいるし、多分旅はしやすいと思うよって言われて、それで、東南アジアで一番安く行けるところどこですかって、旅行会社の人に言って、1ヶ月のチケットを買いましたね。すごい。それでも1ヶ月 ?1 ヶ月。初海外ですかそれ。一人で初海外です。うわぁ。すごい。でも、もう、やっぱ、アドベンチャーしたかったから。わかる。だから、もうその時は、チケットだけ買ったけど、ホテルとかは何も買わなかったんですよ。もうチケットだけ。そう。すごい不安になっちゃいそうだけどね。すごいな。いや、ワクワクでしたね。アドベンチャーが始まるみたいな。そう。でもそれが最初に、愛知県を出た時かな。一人で。はい。すごい。でもなんかずっと田舎生活をしていて、名古屋に出た時、都会に最初出た時って、なんか困ったこととかありました？なんかギャップ。そうですね。ギャップか。ギャップはあまりなかったかな。やっぱ日本だし。ビルが大きいなぐらいの感じで。名古屋にはやっぱり行ったことは何回かあったんで。なるほどね。大きいギャップはなかったけど、でも一人暮らし、初めての一人暮らしだったから、一人暮らしの大変さとか、
にはやっぱり気づきましたよね。自分で全部やらなきゃいけないし。そう。家賃お母さんいつもありがとうって本当思いましたね。家賃高いとか、やばい、今月何食べよう、お金ないとか。バイトしなきゃいけないとか。バイトしなきゃ、でも、クラスもあるし、みたいな。大変ですよね、大学生活、確かに。忙しいと思いますよ、本当に。勉強して、で、なんか、ね、遊びたかったり、欲しいものがあったらバイトしなきゃいけないから、大学行かなきゃいけないのに、本当に大変だと思います。しかもそれで東南アジアに1ヶ月。そう、その時はね。いや、よかったです、でも。どこに国でした東南アジア。チケットはバンコク。日本バンコク。名古屋バンコクの往復チケット。その時はまだ格安航空会社もなかったのかな、多分。日本からはなかったですね。そう。から、そうですよね。ちゃんとした、もう覚えてます。タイエアウェイズかな。へえ。ちょっとちゃんと、タイの中で多分一番ちゃんとした、会社で。そう。まあ、チケットはそうなんですけど、そう。まあ、着いてからね、ホテル、何も決めてないから。いや、それどうしたんですか、その後。どうやって生活したの？その後は、空港のカウンターに行って、英語も全然話せなくて、空港のカウンターに行って、ホテルが安くてたくさんある場所はどこですかって聞いて、じゃあ、そうで、ホテル泊まる場所わからないから。だから、カオさん通りってわかります？今は有名かな、ちょっと。カオさん通りを勧められたんで、じゃあ、カオさん通りまでどうやって行けばいいですかみたいな。市バスを教えてもらって、市バスの人に、カオさんに着いたら教えてって言って、で、カオさんで降りて、すごい。で、カオさんについて、これが、カオさん通りか。これがなんかたくさんバックパッカーがいる場所かって思って、その看板がたくさんあるんですけど、そこに、ホテルって書いてあるんですね。でそこに一つずつ入って、いくらって聞いて、一晩いくらって聞いて、高すぎるっていうのを繰り返して、部屋、ここいくら？一泊300円だよ。って言われて、安いって思って中入って、見せてもらって、めっちゃボロボロだったけど、まあ一泊300円ならいいかと思って。うわ、すごっ。そう。そんな感じで。1ヶ月。行動力エグいっすね。今考えたらね、今はスマホがあって、ブッキング .com とか。確かに。で、全部予約できるけど。今考えたら。私も最初の旅行はなんかカウンターでチケット予約した記憶がある。なんか HIS とか JTB みたいなね。そう。もうそれ、旅行会社で。紙の地図を持ってた。そう。紙の地図持って。だから移動も大変ですよね。ですよね。だってタクシーの値段の交渉もしなきゃいけない。全部聞かなきゃいけない。聞かなきゃいけないから。そうだね。そう。めっちゃ大変でした。すごい。で、帰ってきて、まあ大学卒業して、で、次は、今名古屋に行って。次は、その時は、また実家に帰って、で、英会話の先生になったんですよ。その時はもう結構英語が上達してる状況だったんですね。そう、まあ大学の時、その旅行がきっかけで、勉強したいって思って、英語、頑張りたいって思って、たくさんアメリカ人の友達作って、毎日アメリカ人の友達と遊んで。めっちゃ外交的で行動力ありますよね。そう、だからもういろいろなパーティーに行ったり、あと、留学もして。どこだ？カナダに。カナダ僕2回行ってるんですよ。2回住んでるんですよ。2年かな、合計。そう。で、カナダに留学して、で、そう、ちょっと英語ができるようになって、もっとできるようになって、英語の先生になったんですね。そう。すごい。そうなんだ。でも、その時は実家で過ごしてました。実家の近くだったんで、実家から移動してる。過ごしてましたね。その時は1年ぐらい働いたんですけど、1年間実家に住んでました。
すごいな。なんか、は自由ですね。い。そうね。なんですよ。はへえ。でも就職の時、なんか勇気が必要じゃなかったですか？なんか英会話の先生になるってい。いうの。なんか例えば、なんか周りの人だと、まあ、会社にうんひ働きたいみたいな、大きい会社で働こうとか、うんうんうん。ね。私の周りも結構そうだったんですけど、ね。なんか不あ、安とかありませんでうん。した英語の先生を選ぶって。もう全然なかったです。それは。へえ、そうなんもう全だ。然なかった。もう辞めるつもりだったんで、うん。うん。もうずっと働くつもりじゃなかったんで、ああ、もう次のなんかやうん。りたいことがあったっていう感じですか？バッうん、クパそうですね。ッカーとして。もうバックパッカー、旅したいああ、から、旅したい。ああ、とりあえずすごい。一年働こうって思うって、ん。お金日貯めよ本だと、うみたいなね、そうそう感じで。そうそう。で、日本だと新卒ってうん。いいじゃないですか。そうですね。新卒ブランドって言いますよね。新卒ブランド。まあ、それうん。は使っといた方がいいなと思って、うん。うん。で、なんか、普通の、大きい会社とかには全然勤めたくなかった。あうん、やっぱ自分のためになるというか、あ、うん。自分が成長できる、うん。かっこよく言ったらね、うん。かっこよく言ったら自分わかるわかる。が成長できるうん会社で働きたかった一緒一緒。なっていう。そう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 。わかるわかる。日本、うん。英語も、ね、うん。同僚も外国人で英語も上手になるし、うん。言語を教えるっていううことん。も学ぶことができるし、あとは正社員だったから、うん。マネジメント、先生のマネジメント、おあと、ー。教材の販売とか、はいセールスはいはとかの勉強とか研修もあるから、い。幅広いですね、結構。うん。そう。正社員だとそうですね。うだかん。ら、よかったですよ。うあと、楽ん。しかったですね。やっぱり。子供から大人まで教えたんで、本当に一へえ。番ちっちゃい子は、何歳かな？ 3 歳とか、うん。3歳、4歳かな？ 4 歳、5歳のクラスは教えてました。へあともう、え。大人は、もうそれこそなんか、愛知県なんで、うん。トヨタ系列の会社のはい役はいはいはい。員の人とか。はいはいそはい。あ、へえ、う。そう。すごい。4歳から役員の人まで教えてました。なるほどうね。ん。すごい。じゃあ、しゅんさんは日本語の先生になる前は英語の先生。そうなんですよ。はあ、面そ白い。う。うまあでも、ん。日本で、まあもちろんネイティブじゃないんで、うん。僕の英語も完璧じゃない、全然完璧じゃないんですけど、うんうんうん。やっぱ日本人で英語がある程度話せるって、うん。やっぱ強いなって思いました強い。いよ。や、レアですよ。う未だにん。レアですよね、やっぱり。ねえ、このね、そうそう。2025年でもやっぱり英語うん。話せるのってやっぱだいぶアドバンテージというか。とうん。思いました。そのう時も。ん。ううん。ん。そう。だからそのえ、時はうん。実家に住んでました。はいはい1はい。年間。うで、ん。なんか貯金してバックパッカーになる。そう。へそうです。え。まあバックパッカーの前に、これも面白いんですけど、うん。辞めて、で、まず、他の仕事もしてたんですよ。うん。例えば、その後、一回ミャンマーに行って、うん。まあうバックパッキングん。で、ミャンマーに行って、そう、ミャンマーの国境が開いたんですよ。僕がはい。東南アジアにいた時は、ミャンマーがまはい。だ、ね、はいはいはい。政治的にちょっと不安定だって、う今もちょっと今まん。そうた不安定になったけですね。うど、まん。た国境が開いてちょっと安定したから、今しかないと思ってミャンマーに行って、すごいな。ちょっと怖そくなかったです。なんか危険があるとか思わない。治う。安がとか。うん。いや、大丈夫。そこはあまり大丈夫、考えてあんまり大丈夫だった。あんま考えてなかったのかな。大丈夫でした。ええだ。大丈夫でした。うん。そはい。う。で、そう。で、帰ってきて、うん。西表島に引っ越したんですよ。ほう。また違うところに行きましたね。沖縄の方。そう。南の方ですね。沖縄の、まあ、台湾の隣ですよね。はい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 。本当に。西台湾の表か。めっちゃ南ええ、ですよ。あれ、何人？ 10 人とか何人ぐらいですかね？人口は西表の。僕が何人か結構少ないですよね。ないや、めっちゃ少ないですよ。もちろんコね。ンビニはないし、僕が住んでいたとこは売店しかなくて、はいはいはい。あ、地そう元の人がやってで、るね。ちっちゃい地売店みたいな。元の人がやってる小さい売店、でも高いんですよ。あ、そう、やっぱり、高いんだ。高いです。本当に。だって、西表まで
うん。食べ物とか届けるの確かにお金かかるから高いんですよ。そういう島の人ってどうやって生活してるんですか？なんか物資はどうやってまあ調達するんですか？西表島に住んでる人は、うん。例えば僕、西表島に住んで、うん。なんかカメラマンの仕事をちょっとしてたんですよ。カメラマンみたいな。観光客の写真を撮る仕事。ある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 。撮りましょうかみたいな感じでこう撮る人ね。そう。で、なんか、水牛に乗って、水牛、そう。で、西表島から、さらにもっと小さい湯布島っていうところ、へえ。それは人口50人とかの島があって、うわすごいその西表島から湯布島に行くのに水牛に乗ってへえ。行かなきゃいけない。うん。だから水牛の乗り方も教えてくれて、うん。危ないよ、人死ぬよ、みたいな。そう。ん。で、まあ、水牛の世話と、まあ、カメラ。水着の世話もするんだ。世話もします。はいはい。すごい餌あげたりとか、うん。楽しそう。そう。と、カメラとかね。あとは、ちょっと案内。観光案内。叫びながら、皆さんここですよ、みたいな。うん。この花はこういうので、とか。うん。まあ、そういう仕事をしてたんですけど、で、その会社から、1ヶ月に2回、1ヶ月に2枚、うん。2往復分のうん。チケットがもらえる。西表島から石垣島までのあ、それでも石垣なんだ。行くところは石垣で。す。石垣は都会ですよ、西表島に住んでたら。初めて聞いた石垣は都会という言葉。石垣島は、だって、聞いたことでない。も石垣島は、スーパーあるし、マックスバリューがあるんですよ。で、マックすごいがあるし、あ、コンビニがある。マックもある。おー。コンビニがある。確かに。だから、行ったら絶対昼ご飯はマック。うん。マックで。食べたいですよね。そう久しぶりに。そうで、西表島から自転車持ってくんですよ。うん。自転車持ってって、マックスバリューまで行って、港から。うんマックスバリューでたくさん買って、うん。持って帰る。持って帰る。その2週間分ぐらいの、ああ、食材とかいろいろなもの。はい。はあ。すごいですね。やっぱアドベンチャーが好きなんですね、しゅんさんは。大好きですよ。もう、釣った魚を食べてましたから、西表島は。仕事の後に。すごいな。そう。すごいな。まあ、そう。とか、あとその後はスキーのインストラクター。お季節労働なんですけど、スキーのインストラクター。ありますね資格がなくてもできる。そう。へえ、そんなのあるんだ。場所もあるんですよ。で、そこでへー少しインストラクターをして、そのどこですかそれは後、出ました。それはね、八高原と八高原。兵庫県かな兵庫県の北にあるスキー場でへえ。してましたね。でも面白かったですよ。半分ドイツ人で、半分日本人のインストラクタへー。え。ドイツ人のインストラクターが、どのぐらいだかな ?30 人ぐらいいて。なんでそんなドイツ人いるのそこ。珍しくないですか？なんか多分その契約してるのかな、ドイツ人ああ、ドイツからの。 30人、うん。日本人30人で、みんな一緒に寝て生活するんですよ。いや、楽しそ楽しいけどすごいっすよ。やっぱドイツ人の。もうやっぱ、結構若い人が来るんで、18歳かいや、らで、もそうですよね。そういうリゾートバイトっていうんですかね。そう。若いっすよね。 18歳から25歳ぐらいのドイツ人の人が来るから、もう、毎晩、朝3時まで飲んで、飲んで。すごいパーティーをして、で、うん次の日朝5時からまた5時に起きて、うわ6時に起きてみたいな。スタミナがありますな。いやー、大変でしたね。あー楽しかったけど。うん。そう。へえ。で、今それ兵庫でしょ？もう今どれぐらい移動したかっていう。ね、めっちゃ移動してますね。だって今大阪でしょ？まだ大阪にたどり着いてない。そうです。いや、結構長いですよ、この話。長くなりますよ。ちょっと聞きたいのは大阪の、今大阪じゃあ今にね、はいちょっとフォーカスしますけど、大阪は今何年ぐらい？はい。何年ぐらい？大阪は、じゃあもうちょっと簡単に言いますね。簡単にも、うん。細かいことはうん。スキップして言うと、はい。そう。兵庫。兵庫県から、次ね、サンフランシスコに、おー、だいぶ飛んだ。うん。ので、サンフランシスコで、うんアメリカのサンフランシスコで日本語の先生の仕事を初めてするんですね。はい。うん。で、そこで、なんかサンフランシスコとバンクーバーをうん。行ったり来てたりしてたんですよ。その日本語の学校が2つあって、うん。だからこっちに3ヶ月をして、近いですけど。こっちに3ヶ月をしてて、このサンフランシスコで3ヶ月をしててみたいな。はいはいはい。
生活をしていて、で、その会社を辞めて、うん。南米一周おうすることにして、南米一周。バックパックそう。で、うん。バックパックで、で、南米の国全部行きました。でも、ベネズエラ以外は全部行きました。そうへ行って、で、その後、日本に帰って、その後ごめんなさい、キューバに行って、キューバからフィンランドに行って、フィンランドに、まあ、うん合計6ヶ月ぐらい全然違う環境。へえ。うん。いて、その時は元カノがフィンランド人で、ああ、なるほどね。っていうのもあって、そういうことで。フィンランドに住んでて、うん。そう。で、また日本に帰って、うん。ニュージーランドに来て、2年半住んで、うん。うん。で、チリに半年行って、まだ日本に帰らない。半年行って、で、大阪です。ごめんなさいやっとたどり着いた。長くなりました。すごいな、世界中ですね。本当に世界中ですね。そうですね。長くなりましたね。まだ細かいこと言うと他にもいろいろあるんですけど、ちょっと大阪について話しましょうか。はいはいはい。だからちょっと他のところでも聞きたいけど。いや、すごいですね。なんかやっぱ、ね生きる力みたいな部分が強いですね。それはね、思いますね。うん、サなんかバイバル能力高いと思いますよ。そう。でも、本当に、ね、今は、妻がいるんで、うん。あれなんですけど、まあ、本当に一人だったら、もう仕事なくても、うん。生きていけますね。すごい。仕事がなくなっても。いや、でもいや、本当そうですよね。なんか今の現代人はもう仕事に縛られてるじゃないですか。1日8時間、週5、はいはい。働かなきゃいけないみたいな、あるじゃないですか、この感覚がね。そうですね。まあ、お金ないと生活できないですけど、そまあ、でも意外にいけるんだよっていうね。う。意外にいけますよ。僕お金が全然ない時も、うん。ね、キャンプっていうかテントで、日本で、うん。テントに泊まってた時もあったし。日本ではいはいはい。すごいな。そう、朝のゲートボールのおじいちゃんの玉が、うん。テントにコツンって当たってコツ、起こされる。それ、ありなんですか？大丈夫なんですか？テント。いや、多分、張っても大丈夫です張っちゃいけないと思います。やば。張っちゃいけなかったと思いますけど。うん。そう。なんか若者がなんかしてるぞみたいな感じで。かな多分。ででも今はしてませんけどね。はい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 。今してたらやばいですね。今実はテント生活しててとか言って。実はね。じゃあ大阪で、今じゃあもうご結婚されて大阪には何年ぐらい住んでるんですか？大阪2年です。おお、うん。そうなんだ。意外と。でも結構転々してるから、2年は僕の中で長い方ですけどね。確かに今のね、見ると。で、また引っ越すんですか？そうなんですよ。また引っ越そうかなと思って。すごいな。次はね、名古屋に引っ越そうかなって思ってます。名古屋。そう。でも奥さんはでもどうなんですか？その引っ越しのマインドは一緒なんですか？一緒かも。すごい。引っ越したいっていう時に、妻も引っ越したい。同じタイミングで結構引っ越したいって、言ってくれて、じゃあ引っ越そうかって。すごいな。そう。いいですね。いいパートナーシップというか。まあでも、そうね。でも、名古屋はその学生の時に一人暮らしで、少し住んでたけど、でもやっぱ、めっちゃ便利だと思います。名古屋。名古屋。おすすめ。おすすめ。なんか今、もうあんまり引っ越したくないです。ちょっと落ち着きたい。もうそろそろ。まあ、ベースは欲しいかな。ベースがあって、そのベースがある中で、いろんなとこに旅行行ったりとか、まあ、クレイジーなことも、アドベンチャーもしていきたい。けど、ベースを変えるのはもういいかなって。そう、大変ですよね。とか言ってまた2年後にどっか行ってるかもしれないですけど。何もわからない。可能性もある。今はそんな感じ。そうだね。わかる。私もね、今、同じで落ち着きたい。一つのと、私も結構転々とする生活をしてたんで、なんか、落ち着きたいんですよ。拠点が欲しい。なるほど。
家が欲しい、住まいが欲しい、自分の落ち着く場所。仮住まいじゃなくて。なるほどね。そう。今は普通のアパートですか？今アパートです。おお。でも、アパートにでも結局あと半年で、もう戻るんで、で、また実家戻って、じゃあ実家戻って、でも東京もう住みたくないから、もうちょっと自然がある場所に行きたいと思ってて、まあ今狙ってる、どうして東京は住みたくないのかなと思って。いや、東京好きなんですけど、やっぱ東京のメリットって、いろんな人がいることで、いろんな、まあ会社も含めていろんなものがある。じゃないですか。ショップとかレストラン、会社、いろんなものがあることがやっぱメリットですけど、私、引きこもりがちだし、内向的だし、フリーランスだし、ショッピングネットで済ませちゃうタイプなんで。メリットが活かせない。ないんですよ。そう。で、高いんですよ。今、家賃超高くて。確かに。東京。で、家をもう友達に聞くと、もう内覧をする時間がないぐらいすぐ、売り切れちゃうんですよ。埋まっちゃう。そう、埋まっちゃう。契約者が決まっちゃうんで、争奪戦なんですって。いい家があったらもう、すぐに決めなきゃいけないみたいな。だからそれぐらい家が足りてなくて、今、東京が。なるほどね。そう。じゃあちょっとメリットなくないかと思って、高い家賃を払って狭い家に住みたくないなっていう気持ちがあって、もう出ようと。まあただね、友達とか家族はみんな東京なんで、まあちょっとそこ悩みますけど。そうか。じゃあ今、どこを狙ってるんですか？どこが九州ですね。いいなって。九州。九州だと福岡ですか？もっと田舎？大分、一番好きなのが大分の別府を今住みたいと思ってて。それは温泉が大好き？それもある。まあ、ただ、うちの母は大分県の別府付近出身なんで、何回も行ってるんですよね、子供の時から。なるほど。すごく落ち着くんですよ。すごく落ち着くんで、自分的に。だから、戻りたいというか。多分別府大分だったら家賃めっちゃ安いんじゃないですか？やばいです。やばい。もう調べました。東京の、もう今最近の趣味。別府の物件。わかります。楽しいですよね。そう。全然違いますね。3分の1ぐらいかな、多分、東京の。そっか。いや、名古屋でも違いますからね。いや、そう。私、名古屋もちょっと気になるんですよ。名古屋めっちゃいいですよ。やっぱそうみんな言うんですよね。結構名古屋住みやすいって。名古屋は、今大阪に住んでるんですけど、まあ、東京と大阪比べても多分半分ぐらいに下がると思うんですよ。家賃が。はい。でも、大阪の今払ってる家賃で名古屋に住んだら、部屋が1個ついてきて、もっと大きいリビングになるみたいな。いや、そう。てか部屋の広さマジ大切ですよね。大切。人生の幸せにおいて、家ってマジで大切って思ってて。大切です。大切。ね。そう、それもあります。だから、名古屋に引っ越そうって決めたのもありますね。なるほどね。コスパがいい、名古屋は。で、行きたかったら、だって、名古屋から大阪まで新幹線で50分ですからね。そうね。確かにね、そう考えると全然ね。そうか。東京も多分仕事で多分行くこともあるけど、新幹線で1時間半ですからね。まあ、1ヶ月1回東京に行くなら全然。確かに。名古屋はね、立地もね、そういう意味で、やっぱいろんなところに行きやすい。そう。なんか日本の真ん中みたいな感じですよね。名古屋の。ポジションは。そう。で、名古屋で僕、車がある生活を、もう一つは車がある生活をしたかったんですよ。逆に？へえ。そう、なんか。車好きなんですか？いや、正直車は全く興味ないです。だからなんか、かっこいい車に乗りたいとか、何でもいいです。日本の小さい軽自動車でも、何でもいいんですよ。それは。何でもいいんですけど、今までずっと、まあ、ニュージーランドにいた時は車の中で寝てたんですけど、車で生活してたんですけど、やっぱ、多分フランスもそうだと思うんですけど、車ない。ないですね。ないです。なんか、
一時的にいる国で車を買うことってあまりないじゃないですか。ないですね。うん。そう。だからずっと車がない生活をしていて、大阪にいると車がなくても全然生活できるうんし、東京もできるうん。じゃないですか。うん。そう。でも、車があったらやっぱり自然とか、うん。山の中とか行ける。本当そうですね。すぐ気軽に行ける。ね、範囲が広がりますよね。行ける場所が。広がるし、そう。しかも、名古屋の近くには、岐阜と長野があるんですよ。名古屋の北には。最高。大好き。そう。で、キャンプ好きだから、うん。そう、キャンプとか、海とか、気軽に行きたいなっていうので、山もあるしな。そう、車がある生活をしたいんですけど、うん。名古屋って車社会なんですね、基本的に。名古屋の人は、車なくても生活できるんですけど、名古屋は。でもみんな基本的に車持ってるんですよ。そう、だから、駐車場代もめっちゃ安いんですね。いや、それ、もう東京駐車場代、もうバカみたいに高いから、車絶対持てないですよね。多分大阪もちょっと高いと思うから。大阪も高い。やっぱ東京よりは安いけど、でも、名古屋だと本当にガクって下がるから。いい。うん。本当に田舎と同じぐらいの。買っちゃえばね。そう。そう。だからもう名古屋で、まあ、安い車でいいから、それこそちょっと、僕は多分ね、自由を結構ずっと求めてる。いつも求めてるんで、そう。だから、そういう意味で、車あったらもっと自由だなって思って、そう。車がある生活をしてみたい。確かに。そう考えて。いや、ちょっとめっちゃ参考になりました。本当に今ちょっと、いろいろなクリエイターの人に名古屋をお勧めしてるんで、みんな名古屋に来たらね、仕事でも集まれるしね。確かに。いや、確かにな。真ん中ですね。日本のどこにでも行けますね。一番今、まあ、それこそ東京まで、本当にすぐ行けるから。そうですよね。いや、それね、結構、九州はやっぱ遠いんですよね。そうなんですよね。絶対飛行機になるんですよ。海があるんでね。そう。それがちょっとね、僕も考えてたんですよ。福岡いいかなとか。やっぱりちょっと大きい街が良かったんで、地方都市。そう。いやでも、名古屋からだったら、多分1時間も運転したら、すごいですよ、自然が。いやー、ちょっと悩みますね。確かに。そうです。また候補が一つ増えてしまった。今悩んでて、本当に。そうなんだ。おすすめちょっとまた趣味で、名古屋の物件調べてみてください。フランスにいながら何してんの？めっちゃスーモ見てますもん。スーモ。いいね。3LDK ありだな、みたいな。僕もめっちゃ見てましたよ。チリにいる時からずっと名古屋のスーモ見て、これいいな、これいいな。連絡して、オンラインで見学してもいいですか？何個も見てました。わかる。いや、面白い。ありがとうございます。ちょっと今日、本当は大阪の生活を聞きたかったんですけど、それ以上にもっと面白いことがあって、なんか。ちょっと、あまり大阪の生活よりもなんか、外国の生活とか、名古屋の生活になっちゃいましたね。いや、まあ、もう次回またちょっとお話ししましょう。また話しましょう。ちょっといろいろなんか車で生活してたんでってニュージーランドの時言いましたけど、それがさらっと言ったけど、めちゃめちゃ気になると思って。いや、まあ、いっぱいありますよ。もう、旅のことだったら、多分、10エピソード以上作らないと。話せない。ドラマできちゃう。そうですね。これだけで一つのチャンネルができそうなぐらい。確かに。エピソードがたくさんあります。いいと思う。みんなやっぱり、ね、こういう日本語を勉強してる皆さんはやっぱ、海外に興味がある人結構多いんでね。どういう場所がいいのかとか。そうですね。そう。名古屋ってあまり観光地じゃないから。そうですね。確かにね。いいかもしれない。注目されないですけど。そう。だから便利でいいんだ。注目されないからコスパがいいんですよ。ですよね。いや、わかります。やっぱ注目されてるとこも結構高いんでね。高い。どんどん。そう。そう、おすすめです。ありがとうございます。はい。そうでした。ということで、今回はしゅんさんに、なんだろうな、いろんな、しゅんさんの人生についてちょっと。そうだね。ちょっとそんな別のエピソードになっちゃいましたね。いや、楽しかったです。ありがとうございます。よかったです。はい。またぜひ。他のトピックについても話しましょう。はい。では、こんな感じでまた次回
バイバイ。ありがとうございます。またね。バイバイ。